自己愛の問題っていうのはですね、他人から埋めてもらおうとしてるってことなんですよね。自分以外の人間から埋めてもらおうとするから苦しくなるし、自分以外の人間っていうのはコントロールできないんですよ。だけどもコントロールしようとして大きく見せようとしたり、あるいはマウンティングを取ってみたり、他人にいいですね、素敵ですねって言われたら生きている価値がある、私には価値があるけれども、嫌われたら、拒否されたら、愛されなかったら私には価値がないっていう感覚を持ってるんです。だから他人の目が気になるとか他人から嫌われるのがすごく怖いっていうのは、自分の存在価値とか自分の価値が他人に完全に依存しちゃってるんです。そうじゃなくて、こんにちは。心理療法、それから音楽療法家の浜翔こと橋本翔太です。自己愛性パーソナリティ障害についてね、何回かお話をしてきてるんですけども、今日もですね、自己愛についてのお話です。自己愛性パーソナリティほどのね、ものじゃないけれども、自己愛の問題って結構多くの人が抱えてるんですよ。で、そのね、自己愛の問題を抱えている人たちが、どんな風にその場所から抜け出してこの自己愛の問題を解決していったらいいかっていうね、一つの大きなヒントを今日ご紹介したいと思います。自己愛について、あるいは自己愛性パーソナリティ障害については他の動画をねご覧いただきたいんですけども、簡単に説明すると、自己愛っていうのは自分自身を愛することができない、そのままの自分、ダメな自分、できない自分もそのまま愛することができない、受け入れることができない。愛するっていうとね、ちょっと難しいというか、我々日本人ってあまり感覚がないと思うので、受け入れるって感じですね。ダメな自分、できない自分も受け入れることが自分でできない。そしてそれを認めたくないから、周りから称賛を得ようとしたり、周りよりも自分が劣っているっていうことを認めたくないから、それ認めてしまったらダメな自分が出てしまうからね、そういうのを認めないように周りを攻撃したりとか、あるいはパワハラじゃないけどね、攻撃的な行動を取ったりとか、いろんな形で自己愛の問題って現れてくるんですけども、起きてることは大きく見せようとしたり、人からねすごいって言われたくて頑張ってみたり、いろいろしてるんだけど、結局起きてることっていうのは、自分自身がいい自分もできない時の自分もダメな自分も全部ひっくるめて私なんですってことを受け入れられない。なので、誰かの言葉や評価によって、あるいは誰かから愛されることによって自分自身に OK を出していかないと生きづらい、生きていけないっていうような感覚を持っている状態とも言えるんですね。じゃあこの自己愛の問題、どんな人に現れてくるかっていうと、他人の目が気になるとか他人の評価が気になるなんて人もですね、結構自己愛の問題実は抱えている場合が多いです。シンプルに自己愛の問題を解決していくためにはですね、こう考えてください。あなた自身の価値、あなた自身の価値ね、あなたという存在価値と、誰かから愛されること、誰かからすごいと言ってもらうこと、誰かから評価してもらうこと、あるいは誰かから見てもらうことなんていうふうに、自分以外の人間ね、そこにはお父さんやお母さん、家族が含まれているかもしれませんけど、自分の親だけじゃなくて、家族だけじゃなくて、外側の人間、今まで付き合ってきた人間、自分の周りにいる人間全てです。そういう人たちに受け入れてもらえなくても、すごいって言ってもらえなくても、見てもらえなくても、愛してもらえなくても、あなたには価値があるんです。そこを分けて考えていけることがすごく大事なんです。どういうことかというと、自己愛の問題を抱えている人っていうのは、誰かに受け入れてもらったら私には価値がある。あるいは、子供の頃の感覚なんですけども、お父さんお母さんに愛してもらったら私には価値があるとか、生きていていいとかね。あるいは他人から評価してもらったら私には価値がある。他人から OK してもらったら価値があるっていう感覚を持っていて、ってことは言い方を変えると、愛してもらえなかったら私には価値がない。他人から評価されなかったら私には価値がない。他人から受け入れてもらえなかったら私には価値がない。他人にも見てもらえなかったら、つまりそれっていうのは受け入れてもらえないってことに近いんですけども、他人に見てもらえない、受け入れてもらえなかったら自分には価値がない、生きていく価値がないっていう感覚を持ってるんですよ。だから他人の目が気になるし、他人に愛されたい、他人に評価されたい、他人に見てほしいってことに固執してしまう。
っていうことが起こる。だから自分を大きく見せようとしてみたり、他人にマウンティングをしてみたりね、するんですけども、その大元の根っこっていうのは、自分自身は周りに関係なく私には価値があるんだっていう感覚がないからなんです。それを自分自身で自分にちゃんと言ってあげて、自分自身を受け入れてあげる。ダメな自分もいい自分も何にもできない自分も自分には価値がある。そして周りから評価されなくても愛されなくても誰かに見てもらえなくても他人の評価がどうであれ自分には価値があるんだ。生きていていいんだ。生きる価値があるんだ。存在する価値があるんだっていうもう私だけここにいる私が私自身に価値があるんだっていうふうに言える感覚が身につくと自己愛の問題っていうのはどんどん緩んでいきます。これね、当たり前のような風に感じるかもしれませんけどね、これができる方が結構少ないんですよ。どうしてもそれはね、評価の中で生きてきて真面目に頑張ってきた人ほどそういう傾向にあるっていう場合もあるんですけど、要は誰かに認められたら、先生にいいよって言ってもらえたら、お父さんとかお母さんに愛してもらえたら自分には価値があるっていう感覚を持っていると、大人になっても他人の目が気になるんです。他人にどう思われてるか、他人に受け入れてもらえてるかどうか、他人に好かれていたら自分に価値がある感覚がするし、他人に嫌われてしまったら自分に価値がない感じがして、自分は生きていていいんだろうかっていうくらいまで追い込まれてしまう、そういう感覚を持っている場合は、この方もね、自己愛の問題を抱えてるんです。自己愛の問題っていうのはですね、他人から埋めてもらおうとしてるってことなんですよね。自分以外の人間から埋めてもらおうとするから苦しくなるし、自分以外の人間っていうのはコントロールできないんですよ。だけどもコントロールしようとして大きく見せようとしたり、あるいはマウンティングを取ってみたり、なんかこう着飾ったりね、こうなんだろうな、自撮りとかでもわざわざインスタとかでも他の SNS とかでもわざわざキラキラして持ってこう評価を得ようとしたりとか、あるいは相手よりも下に潜って自分を受け入れてもらおうとしたりとかっていうふうに、とにかく他人の評価や他人の、視線とか、他人からのいい言葉を受けもらいたい。それによって自分を満たしたいっていう感覚、これが自己愛なんです。で、これを持ってるから他人が気になるし、他人のことが、いつもこうね、どう考えているのかなとか、どう思われているのかなっていうふうなことが気になってしまう。結局他人から受け入れてもらえるかどうかが自分の価値につながってるんです。他人に愛してもらえるかどうか、他人に受け入れてもらえてるかどうか、他人に見てもらえてるかどうか、他人にいいねって言ってもらえるかどうかが自分の価値に直結していて、他人にいいですね、素敵ですねって言われたら生きている価値がある、私には価値があるけれども、嫌われたら、拒否されたら、愛されなかったら私には価値がないっていう感覚を持ってるんです。だから他人の目が気になるとか、他人から嫌われるのがすごく怖いっていうのは、自分の存在価値とか自分の価値が他人に完全に依存しちゃってるんです。そうじゃなくて、そこのつながりを切りましょう。切って分けて考えましょうってことなんです。だって皆さん分かると思いますけど、人ってもうここに存在してるだけで価値があるじゃないですか。ここで生きてる。毎日ここで頑張って生きてる。ここに存在してる。生まれてきたってだけで価値がありますよね。それが人権ってものにつながってくると思うんですけども、改めて言わなくても人間っていうのはここにいるだけで価値があるんです。だから私もあなたもここにいるだけで価値があるんです。それは誰かに認めてもらえたら価値があるとか、誰かに受け入れてもらえたら、お父さんお母さんに愛してもらえたら私には価値があるんじゃなくて、もうあなたがここにいるそれだけで価値があるんです。もうそこで生きている意味が十分あるし、あなた自身には価値があるんです。そこ、あなた自身の価値と他人からどう思われる、愛される、愛されない、好かれる、嫌われるっていうことは一切関係ないんです。ここの線引きをしっかりしていくことが自己愛の問題を解決していくことにつながります。そして他人の目が気になるとかね、他人からどう思われているか気になるって人もある意味自己愛の問題を抱えてるっていうふうに自分自身に気づいてください。で、何が起きてるかっていうと、そうやって他人の目を気にすることによって他人からどう思われてるかってことを気にすることによってですね、自分の無価値を感じないようにしてるんです。どういうことかというと、他人にもし嫌われてしまったら自分には価値がないっていうふうに直結してるんですよね。
だから自分の無価値を感じたくないがゆえに他人のことが気になるんです。でも自分自身には価値がある、私は生きていていいっていう感覚を持てたら、他人次第で自分の価値が決まるわけではないので、他人のことが気にならなくなっていくんですよ。このメカニズム、またお話ししていきたいと思いますが、今日はここまでにしたいと思います。この自己愛の問題ね、皆さんもうちょっと考えてみてくださいね。あなたには価値があります。もうそこにいるだけで、誰の許可を得なくても、誰に愛されなくても、誰に好かれなくても、誰から見てもらえなくても、あなたには価値があるんです。今日は以上になります。チャンネル登録、それからいいねボタンお待ちしております。橋本翔太でした。